こんにちは。今日です。今年の夏もまた暑くなりそうですね。最近の夏は暑くて大変だにゃ。こんにちは猫だにゃ。そんなわけで今日は、シャープより、今年の4月に新発売の扇風機、T3DS のレビューを行っていきます。古い扇風機と何が変わっているのか、果たして進化はしているのでしょうか。扇風機なんて、羽が回転するだけじゃないのかにゃ。そこは現代の扇風機なので、いろいろ、付加価値もついてるみたいですよ。そのあたりも踏まえつつ、電気代や風速なども検証していきます。ところで古い扇風機は何年モデルかにゃ。製造年月日は2012年とあります。確か扇風機の設計上の標準使用期間って10年だったと思うにゃ。扇風機警察に捕まっちゃうのにゃ。なので近年は使ってませんでした。壊れていなくても10年が一つの買い替えの目安になりますね。10年経つとすぐに壊れたり発火するわけじゃないけどね。まず、この扇風機に買い替えて生活の何が変わるか、結論から言っちゃいます。ズバリ、静音、優しい風、省エネ、全部欲しいならベストな1台。随分盛り込んだけど、本当なのかにゃ。古い扇風機の、うるさい、風がきつい、電気代が高いが、全部解決されるって感じかな。だけど、良いところばかりではなく、バッドポイントもあるので、これからしっかり検証していきます。今回のタイムテーブルはこのようになっています。気になる点があったら、ぜひ最後まで動画をご覧ください。カタログスペックだけじゃ、わからないのにゃ。まず、古い扇風機は AC モーターの機種だったけど、今回購入した T3DS は DC モーターなのが一番の違いです。下位機種で AC モーターのもあったけど、DC にしました。AC モーターと DC モーターって違うのかにゃ。それも含め、まずはざっと、この機種の特徴を紹介します。モーターは先ほど言った DC モーター。AC に比べて5、6千円くらい高くなるけど、メリットも大きいから、個人的には DC モーターの扇風機をおすすめします。AC モーターは電気で直接モーターを回す感じだけど、DC モーターだと、電子回路で精密制御できるからね。見た目ではわからないけど、DC の方が扇風機に向いているということかにゃ。まあ、そんな認識で良いと思います。そして、この機種の特徴として、羽が、蝶の羽を応用した、ネイチャーリング、ムラの少ない、滑らかな風、を送れるそうです。この機種に限らず最近は羽の形状で、差別化を図る機種が多いみたいですね。1枚で2枚の羽の風とにゃ。縞模様を反射させて撮影してみました。おう、なんか羽の歪みがすごいにゃ。ものすごく複雑で、歪んだ形状なのがわかります。シャープなので当然のごとく、プラズマクラスターがついています。効果はいまいちわかりません。何にでもついてるのにゃ。この、衣類乾燥モードのように、直接洗濯物に風を当てて乾かすときに、効果があるのかもしれません。ちなみにこのモードボタンを押すと、風速最大、首振り、プラズマクラスターオン、切りタイマー8時間になります。自動的に適した設定にしてくれるのにゃ。そして、リモコンボタンにもある、お休みモードは、切りタイマーと連動して、風量を徐々に下げてくれます。切りタイマーだと風量は変わらないけど、お休みボタンだと風量も落としてくれるにゃ。入りタイマーボタンと、切りタイマーボタンはそれぞれ、1、2、4、8時間の設定ができます。オンタイムの操作パネルで見ると、状態がわかるようになっています。リモコンだとわからないのは注意にゃ。リズムボタンは、風量が強弱のリズムをつけて変化します。個人的にはリズムボタン使わないにゃ。逆に風が気になるにゃ。まあ、そこは好きな方もいると思うので、ディスらないように。風量は8段階で調節可能です。これも後で風速テストをします。風量満足できるか楽しみだにゃ。
こで実際の商品を紹介します。箱は普通の茶段ボールです。メーカーによるとこの段ボールに入れて収納することを想定しているみたいなので、開封時に捨てたり破損しないように注意です。でも箱入れて収納すると場所取るので多分使わなくなるにゃ。最近発泡スチロールレスが多いけど、これはがっつり使ってます。発泡スチロールは空気が 98% くらいで、石油はそんなに使われておらず、ちゃんとリサイクルすれば環境負荷も減るけど、社会的にイメージが悪いですね。分別しないで海とかに捨てちゃうところがあるからかな。付属品類もちゃんと小袋に入っていて、変な傷とかつかないようになっています。掃除用のブラシもついてるにゃ。これが最後の部品。箱の中身をすべて並べるとこんな感じ。本体色は白だけど少しグレーがかった白です。真っ白だと汚れが目立つのと落ち着いた感じがするので良い色だと思います。後で組み立てますが、前ガードと後ろガード、中に羽が入っています。プラズマクラスターのマークが主張しているのね。扇風機は誕生してから長い家電なので、メーカーのノウハウがいろいろ詰まってそうです。パーツは以上なので組み立てます。ですが組み立て方は興味ない方もいそうなので、動画の最後の方にまとめてあります。なのであらかじめ組み立てておいた扇風機をご用意しました。組み立ては簡単だったにゃ。昔の扇風機の羽ガードは金属製でしたが、最近は樹脂製のものが多いですね。コードも白なのがグッド。一昔前だとグレーだったり黒であったり、開封時にも言いましたが、本体色は軽いクールグレー。真ん中の白い板は私の白基準色です。白って200色あんねんにゃ。いや冗談じゃなくてもっとありそう。工業製品の白って色合わせ大変です。外見でちょっと気になった箇所があります。ベースの隙間が均一じゃないのが美しくないです。おそらくネジ止めされている部分とその他の部分で差が出ているのだと思います。細かいにゃ。上から見たらわからないのにゃ。質量は取説記載通りの約 4.2kg。ちょっと重めにゃ。ちなみに古い方は約 3.5kg でした。新しい方は作りがしっかりしている分、重さも重めです。リモコンは新しい方が少し小さめです。機能が増えた分、ボタンも小さく、電源ボタンもわかりにくくなっています。ボタンの信号は新旧共通みたいで、古いリモコンでも新しい扇風機操作できたにゃ。電池はボタン電池です。ちなみにこういうペコペコのボタンをメンブレンスイッチと言います。汚れには強いけどちょっと押しにくいのにゃ。首振りは3段階です。首振りボタンを押すたびに60度、90度、120度解除となります。右の古い機種は75度の1段階でした。首振りの角度が選べるのは結構嬉しいのにゃ。首振り範囲も広いので部屋全体に風を送ることもできそうです。リモコンで操作できるのも楽で良いですね。10年以上前の機種は本体上部のつまみで操作するんだにゃ。そして近年の扇風機のトレンドとしてサーキュレーターを意識した上下首角度調整機能。どういうことにゃ。扇風機の上下角度が広いってことだね。真上まで風を送れるようにね。左がこの機種なんだけど、手動で上下に角度が変えられます。右の旧機種は比較するとその差は歴然です。さっき紹介した衣類乾燥モードもこの機能が大活躍するにゃ。洗濯物の下から風を当てることができます。ただ旧機種でできた高さ調整機能はありません。私の場合は低い状態では使用しなかったのであまり必要ない機能でしたが、必要な方は注意ポイントだにゃ。扇風機のボタンというと
ベース部についているイメージがありましたが、この機種ではモーター部の上についています。しゃがまずに立ったまま操作できるので便利な反面、今の状態を確認するには後ろを覗き込まないといけません。あと、足でボタンを操作できないんや。ここからは扇風機としての性能をテストしていきます。まずは、この扇風機の特徴でもあるネイチャーイングって効果あるのか。扇風機の羽って単に風を送るだけじゃないのかにゃ。まあ、見てもらった方が早いので、今映っているのはネイチャーイングの風。8段階で風量を調節可能なので、徐々に上げていきます。吹き流しを見てほしいのですが、風が強くなってくるとほぼ平行に吹き流しが横に流れています。一番下は下がったままだにゃ。おそらくこれは風が広がっているので、下側には下に向かう風で、上から押さえつけられているためだと思います。これが強さマックス段階です。一番下はやっぱり下へ行きます。次に、古い扇風機の羽の風を見てみましょう。弱、中、強と調節できます。今は弱なのですが、新機種に比べると風量が結構あります。中にしました。吹き流しが何やら絡まっています。真ん中あたりでもずれているにゃ。さっきの風とは明らかに違って、トルネードのような渦を巻く風になっています。確かにこれだと、場所によって風圧の変化が大きそうです。何か荒ぶってるにゃ。ネイチャーイングの風は綺麗ですね。平均的に体に当たるので、優しい心地よい風なのがわかると思います。ちゃんと意味のある形状だったのにゃ。風速についても数値で検証します。最初 30cm の位置で計測しようと思ったのですが、微風すぎて計測できなかったので、ゼロ距離で計測します。とは言っても、風量1では計測不可。風量2にしてやっと反応しました。約 0.6 メートル毎秒なんだにゃ。ところで上の小画面は何かにゃ。左上の小画面はその時の消費電力です。右側の上段は、1時間あたりの電気代、30円、キロワットアワーで計算。風力6の場合は14ワットで、1時間つけっぱだと、0.42 円ってことかにゃ。その通りです。ちょっと情報を詰め込んだので、確認するときは一時停止してね。風量マックスで8時間つけっぱだと、約 4.5 円だにゃ。参考に古い扇風機の数値も調べましたが、電気代に関しては AC モーターと DC モーターでの仕組みの差が大きいです。同時に発売された AC モーターの新製品の仕様を見ると、古い扇風機と同程度でした。AC 線はきめ細かい制御ができないから、強さも弱、中、強の3段階にゃ。強だと DC 線最大風速の 125% くらいの風速になっています。これはこの扇風機がトルネード性のある風になっていることも影響しているのかも。吹き流しが中心方向へ集中してたにゃ。さすがに音も大きいにゃ。ちゃんと騒音も測りました。正面約1メートル地点のデシベル値です。扇風機を富士は 32.1 デシベルの環境音です。この辺りだと環境音の方が大きいにゃ。体感では3まではほとんど音は気にならず、4になるとモーター音が少し聞こえてくるといった感じ。5になると風の音がしっかり聞こえてきます。6だと一気に大きくなるにゃ。7以降はもう音がすごいので、換気など何か割り切って使う用途向けだと思います。これは古い扇風機の弱の音。弱なのに新しい方の4と同じくらいの騒音にゃ。中だと6相当の音かな。強だと新しい方の最大と同じくらいでした。広い部屋だとこのくらい必要なのかにゃ。風速や消費電力とまとめて表にしました。
この結果を見ると、もちろん羽の形状など、新しい扇風機のメリットもありますが、AC 線と DC 線の違いによるところが大きく見て取れます。AC 線は弱い風は苦手みたいだにゃ。やっぱり最大のメリットはそこですよね。AC 線の弱は DC 線の中くらいです。扇風機のすぐ近くにいても風や音が気にならない。本当に心地よい風だったにゃ。AC 線のはうおーと風当ててます感がするにゃ。でも AC 線は機能が単純な分、価格も安いのは大きなメリットですね。あと、なんといっても電気代にかなりの差が出ています。同じ風速で比較してもその差は歴然です。電気代の項目は8時間つけっぱなしで計算しています。微風だと8時間でも1円以下なのにゃ。比較テストはこれで終了です。グッドポイントやバッドポイント、総括の前に後回しにした本体の組み立て方です。1、本体を組み立てる。まず、ボールをベースに差し込む向きがあるので、ちゃんと確認して差し込みます。ベースの底面からナットを締め付けます。締め込む強さが分かりにくいので、最後、適度な力で締め込む感じかにゃ。そう、あまりバカ力で締めると壊れたりするので適度に。次に、このモーター部をボールの上に差し込みます。撮影のため片手で持ってますが、両手の方が良いです。カチャッと気持ちよく差し込まれるにゃ。2、モーター軸からチューブを取り外す。この透明チューブは収納時にも軸の錆防止になるので、捨てないでちゃんと保管しておきます。3、後ろガードを取り付ける。上部の爪を後ろガードの穴に合わせて取り付け、ナットを締め付けます。ポールを止めたナットと全く同じ形状だにゃ。アバウトな表現になりますが、これも適度な力で。4、羽を取り付ける。綺麗な羽ですね。このシールは剥がしちゃダメにゃ。羽の裏側にあるこの溝を軸の周り留めピンに合わせて差し込みます。やっと扇風機らしくなりました。そしてスピンナーで羽を固定します。ただ、このパーツは反時計回りに締めるので注意です。なんで反対に締めるのにゃ。羽の回転方向と同じだとネジが緩みやすいからですよ。5、前ガードを取り付ける。後ろガードについている丸マークに前ガードの丸を合わせてはめ込みます。そしたら前ガードを時計回りに回転させて、その上の棒状マークに丸を合わせます。カチャッとにゃ。6、リモコンホルダーを取り付ける。最後にリモコンホルダーを取り付けて組み立て完了。ボールの突起の上にはめ込むだけです。付属の清掃ブラシも収納。リモコンの絶縁シートを抜いて、リモコンをホルダーにセットします。おお、びっくりしたのにゃ。リモコン収納は手を添えないとダメみたい。無事完成しました。一度組み立てれば次からは簡単にできそうだにゃ。では最後に良い点と悪い点をまとめます。まずはグッドポイントから。1、DC 線のきめ細かい柔らかい風。今回のテストでよくわかったけど、羽の形状や弱い風がかなり AC 線とは違いました。ここの魅力を感じる方は買い替えて損しないにゃ。2、電気代が安い。AC 線の4分の1から半分くらい。こんなに差が出るとは思いませんでした。一日中つけてても大丈夫にゃ。3、音が静かでお休み時も気にならない。風量を弱くするとほとんど音がしないので、寝ながらでも使えそう。寝ながら顔に直接風が当たらないように気をつけるのにゃ。4、
シンプルな形状でリビングにも馴染む。変に主張していないので、どの部屋に置いても似合いそう。昔の青い羽の扇風機も好きなんだけどにゃ。続いてはバッドポイント。1、デザイン面で惜しい箇所がある。ベース部の隙間が均一でなかったり、リモコンホルダーが安っぽく、使用感が悪い。また、重量も重めの部類だと思います。多分最初は気になるけど、慣れると気にならなくなるかもにゃ。2、収納する際にコンパクトにならない。分解して元箱に収納することが前提だけど、場所を取るので、捨てちゃう人が多いと思います。ボールも縮まないので、どうやって収納するか悩みます。そのまましまった方が楽なような気がするにゃ。あと、コード収納部がないので、コードは束ねてまとめるしかありません。3、高さ調整がない。個人的には収納時以外は困らないですが、置き場所によっては困る場合もあるかもです。上下の首振りで対応できるかもにゃ。4、インジケーター類がモーター上部。立ったまま使えるのは良いけど、上を覗き込まないといけないので、現在の状況がわかりにくいです。表示自体はわかりやすくて良いと思います。今回は DC モーターのシャープ製扇風機 TJ、T3DS の比較レビューを行いました。10年以上前の AC モーター扇風機から買い替えると劇的に性能がアップしていました。羽の形状もちゃんと効果があるので、古い扇風機からの買い替えにおすすめできる一台だと思います。日本メーカーの扇風機は歴史が長いのでよく考えられているにゃ。目新しい形状の商品もありますが、このタイプは扇風機らしくて良いと思います。やっぱり羽が見えた方が風が出てる感がするにゃ。ということで、今回の動画はここまでです。もしこの動画が良いと思ったら、チャンネル登録や高評価ボタンで応援してくれると嬉しいです。では、また動画を見に来てくれると嬉しいきょん。嬉しいにゃ。また見てにゃ。